どうも、男中村です。春はわかめの季節です。スーパーにはわかめが売られるようになりました。今はもう4月ですけど、早いものではもう2月ぐらいから店頭に並び始めます。生わかめってめちゃくちゃ美味しいんですよ。と言っても、私が生わかめの美味しさを知ったのはここ数年の話なんですよ。それまではわかめと言ったら塩蔵のやつとか乾燥したやつしか知らなかったんですよ。だって生わかめは春しか売ってませんし、春だからといってもいつでも売ってるわけじゃないんですよ。入荷した時だけ売ってます。同じ春の味覚の菜の花とかタケノコだったら必ず春になったら売ってるでしょ。生わかめは春になっても売ってたり売ってなかったりして、おまけに目立ちませんからね、地味なんですよ。これが生わかめなんですけど、生わかめは茶色いんですよ。見た目には美味しくなさそうじゃないですか。この美味しさを知らない人は買おうとは思わないかもしれないですね。でもね、ぜひとも買って食べてみてください。まずは生わかめの美味しい食べ方をご紹介します。美味しいだけじゃなくてミネラルが豊富で積極的に食べたい食材でもありますよ。生のままでは食べられませんから、まずは茹でます。茹で方は簡単です。沸騰したお湯に生わかめを入れると綺麗な緑色に変わるんですよ。10秒も茹でたらもう十分です。生わかめはすぐに傷みますから、買ってきたらすぐに茹でるといいですよ。すぐに冷水で締めます。これでもう美味しく食べることができますよ。これをまな板に広げて一口大に切ります。わかめは真ん中に茎があります。別にこの程度の茎なら普通に食べてもいいんですけど、気になる人は茎だけ取り除いて細かく切って食べてもいいですよ。このように茎の横に切り目を入れると簡単に取れますよ。それを適当に切って食べたらいいです。ちょっと醤油をつけて食べてみましょう。コリコリしてて美味しいです。あとは一口大に適当に切ります。これをそのままお皿に盛って生姜と醤油でいただきます。うまいです。これだけで立派な料理になりましたよ。わかめをサラダに入れても美味しいですよ。レタスとの相性がいいんですけど、冷蔵庫にレタスがなかったんで、大根を適当に細かく切ります。お皿に大根を盛って、その上にわかめを乗せて、ドレッシングをかけます。このドレッシングは自家製タコサラダドレッシングです。作り方はこちらの動画で紹介してます。これだけ適当に作ったサラダでも、わかめが入ることで美味しさがアップしてます。酢の物にわかめは定番ですよね。きゅうりとタコとわかめをお皿に盛り、三杯酢をかけます。むちゃくちゃうまいです。豆腐とわかめの味噌汁を作ります。味噌を溶かして、ちなみに味噌は自家製です。そして食べる直前にわかめを入れます。入れてから時間が経つと風味が抜けるんで、食べる直前に入れるといいですよ。お椀によそいます。刻みネギを入れて完成です。これはもう美味しくないわけがないですね。この美味しい生わかめを一年中楽しみたいんですけど、生わかめはすぐに傷むんですよ。保存が効かないんですよ。そのままでは保存が効きませんけど、ちゃんと保存する方法はあるんですよ。保存しておいたらいつでも使いたい時に使えますからね。今回はその保存する方法を2つご紹介します。1つ目は塩蔵です。茹でたわかめをそのまま何か容器に入れます。まだ刻んでないわかめですよ。ここに塩をドバーッと入れます。
塩は一番安い塩でいいですよ。それで軽く混ぜます。これを何時間か置いておきます。1日置きました。このように水分が出ています。水分を捨ててわかめを軽く絞ります。さらに塩をかけます。もう1日経ちました。もう水分が出てないんで、これで完成とします。水分がまだ出るようでしたら、もう一回水分を絞って塩をかけたら完成です。袋に入れます。袋の空気を抜いて閉じればかさばりませんからね。これで塩蔵わかめの完成です。これを冷蔵庫に入れておけば保存が効きます。2つ目が乾燥させます。このように茹でたわかめをハンガーにでもかけて干しておいたらですね、だいたい1日でこんな感じでパリッと乾きますよ。これで乾燥わかめの完成です。こっちが塩蔵わかめです。で、こっちが乾燥わかめです。こうやって保存できますからね、いつでも食べたい時に食べられますよ。そんなわけで生わかめはいろいろ楽しめますから、ぜひともお試しください。この動画が面白いとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録お願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の情報を週1回ぐらいのペースで更新してます。実際は週1回よりもちょっと遅いペースになってますけど、動画を更新できてない時でも料理研究は続けてますから、必ず更新しますからお待ちください。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムもやってます。ブログはもう10年以上やってますから、過去の全ての情報がブログで見れますから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。